Hi guys! 皆さんこんにちは。このチャンネルでは日本語を勉強しているあなたに向けて日々使っている表現をたくさん使いながらゆっくりのんびり日本語で日々感じたことについてお話ししていきます。最後には今日お話しした中でおすすめしたい日本語の表現を英語を使いながら少し説明しようかなと思いますので、ぜひ最後まで聞いてください。今日は1本目の投稿ということで自己紹介をしようと思います。私の名前は葵と言います。出身は日本の愛知県名古屋出身です。今はカナダにワーキングホリデーに来ています。もうすぐでカナダに来てから1年になります。私の趣味、休みの日にすることは、まず散歩をすることが好きです。何か考え事をしながら歩いたり、人があんまりいないところでは歌いながら歩いたりするのも大好きです。あとはショッピング、特に古着屋さん巡りとかアクセサリーもすごく好きなので、そういうのを見に行くのが好きです。お友達と行くこともあるんですけど、一人で行くことも多いです。あとは家の中で YouTube を見たり、映画鑑賞、映画を見たりすることも大好きです。特にディズニー映画が私は好きで、ハイスクールミュージカルを何回も見ています。最近で言うと、ズートピアとか、スティッチの映画も大好きです。実は私日本人なんですけど、アニメはあんまり見なくって、ハイキューっていう高校バレエのアニメだけは何回も見てるんですけど、他のアニメは知っているけど見たことないっていうものばかりで、カナダで出会う日本のことが好きだよって言ってくださる方たちってやっぱりアニメが好きな方が多くって、だから私もアニメちょっと見てみようって、好きだよって言ってくださる方たちとお話がちゃんとできるように見ようって思って、ワンピースを見始めたんですけど、私が生まれた時ぐらいから今までずっと続いてるアニメなので、なかなか見切れなくって、ちょっと今止まってしまっています。やっぱりワンピースとかナルトとかその辺の王道なアニメは日本人としてちょっと見ておきたいなって思いながらも、なかなか自分の好きな映画だったり YouTube だったりに時間を取られてしまっているっていう状態です。で、カナダで出会った日本語を教えてって言ってきてくださった方がアニメが好きで、アニメで日本語を覚えていて、アニメの日本語ってちょっと面白い表現になっていて、で、その方が話す日本語もアニメの面白い言い方になっていて、それが私はすごい面白いなって思ったんですけど、やっぱりリアルな日本語を話したいよって思ってくださる方も多いと思うので、それがきっかけでこのポッドキャストを始めようって思いました。私も今英語を勉強していて、
やっぱりドラマや映画の表現はちょっとドラマチックだったりすることが多いって聞くので、英語のポッドキャストとか YouTube で勉強することが多くって、すごく助けてもらってるので、私も日本語を勉強している方の助けになれればいいなと思っています。日本人の私が英語を勉強している中でとか、海外で生活している中で感じた日本との違いとか、海外の良さ、日本の良さとかも伝えられたらいいなと思っているので、頑張って続けていきます。もうこの自己紹介の時点でも日本とカナダでちょっと違うなっていう部分があって、例えば年齢についてなんですけど、カナダでできた友達のほとんどは正確な年齢を知らないんですね。その人が何歳かっていうのは知らなくって、だけどカナダでできた日本人のお友達は年齢を知っている。何歳か知っているんですよ。日本人同士だと出会って割と最初の方においくつですかって、聞く相手の年齢何歳かっていうのを聞くんですね。なんでかっていうと、日本では年下の人は年上の人に対しては敬語を使います。先輩と後輩っていう関係性がちゃんとあります。先輩が年上の人、年齢だけじゃなくて、例えば会社に先に入った人が先輩になります。で、年下の人だったり、そのコミュニティに後から入った人が後輩になります。みんな自分の先輩に対する行動と後輩に対する行動っていうのが少し変わります。例えば、じゃあご飯行きましょうってなった時に、先輩がおごってくれる、お金を払ってくれることが多かったり、えっと、エレベーターに乗るときは、後輩が、ボタンのあるところの前に立って、ボタンを押したり、ドアを閉まらないように押さえて、先に先輩を、通らせるとか、乾杯するときにグラスを合わせると思うんですけど、その時に、後輩は先輩のグラスより下の位置でグラスを合わせるとかっていうのもあります。これはもう学校で教えてもらうものとかではなくって、会社とかどこかのコミュニティに入ってから学ぶことなので、日本人の私たちでも最初は間違ってないかなって緊張する部分でもあります。で、もちろん先輩後輩っていう関係じゃなく仲良くなって、あの、そういう気を使わなくていいよって言ってくださる年上の方とかもいるんですけど、だいたい学校でとか会社で出会うことのが多いので、そこから学んでいってっていう。で、例えば先輩が2人いたとして、その2人のどっちがより先輩なのかとかでもまた私の取るべき行動が変わったりするので、割と年齢とか
その会社に入って何年目だとかっていうのが大事になります。多分これが日本は住みやすいけど仕事はしたくないなって、思われる理由の一つだと思います。実際私がカナダでアルバイトをするようになってからめちゃめちゃ感じました。実際にカナダ、海外に来てから感じたことっていうのがまだまだたくさんあるので、そういうのもどんどんお話ししていきますので、また次回も聞いてくれたら嬉しいです。Thank you so much for listening. From here, I'll talk about today's key points in English. First, I want to say that my English is not perfect, so I'm sorry about that. But through this podcast, I hope we can grow together. You can improve your Japanese, and I can improve my English as well. So today I'll introduce some Japanese expressions that you can use when introducing yourself. The first word is 趣味. 趣味 means a hobby and things you like to do in your free time. For example, I mentioned walking, watching YouTube, and watching movies. You can also talk about running, playing sports, cooking, or something like that. Having common 趣味 makes conversations more enjoyable, so it's nice to be able to ask questions like 趣味は何ですか? or 休みの日は何をしてますか? The second word is きっかけ. It means the reason something started or the trigger for doing something. This helps you have deeper conversations. あなたが日本語の勉強を始めたきっかけは何ですか? そして私がこのポッドキャストを始めたきっかけは何だったでしょうか? The last word is 敬語, which means polite language in Japanese. This is the polite way of speaking when talking to seniors, customers, or people you meet for the first time. In Japan, it's usually best to use 敬語 at first. Then, as you become closer to someone, or when you find out you are the same age, you can switch to casual language, which is called タメ口. Japanese people usually feel very happy when someone becomes comfortable enough to switch to タメ口. For example, お疲れ様です can become お疲れ or おつ. わかりました can become OK. In Japanese, ending sentences with です and ます is a sign of 敬語. I usually speak in 敬語 in this podcast, so please also pay attention to that. That's all for today. Thank you so much for listening until the end. I hope you'll join me again next time.